韓国旅行 Vlog で、2年前の2024年3月にベスティと一緒に行った韓国旅行のビデオをちょっと編集してみました。この時は2泊3日ソウル旅だったんですけど、3日間しかないので時間を有効活用しようって2人で話して、朝8時羽田発とかの早めの飛行機を取ってしまったので、もう飛行機に乗る時はすごい眠くて仕方なかったのを今でも覚えてます。そして無事韓国に着けたはいいものの、見ての通りの曇天だったので、この後天気が崩れないかなとか少し心配になってました。まず到着して驚いたのが、韓国結構寒い感じで、3月の半ば十何日とかに行ったんですけど、もう日本より結構全然寒くて、前情報では聞いてはいたんですけど、ここまで結構近い国なのに違うんだなっていうのが驚きでした。あと階段が多くて、駅に荷物重かったのですごい大変だねって2人で言ってえちらおちら運んでました。今まで SNS でしか見たことのなかったセンイル広告も生で見ることができて、これはスキズのアイエンのものなんですけど、友達がスンミンのどれかと一緒に写真撮ってました。そして荷物を置いて街に繰り出すとこんな感じで可愛いお店がたくさんあるんですね。補助輪付き自転車。でかっ。出会いました。大好きジェニー様の特大広告。私はちょっとブリンクなので大興奮してしまって、もう何枚も何枚もジェニー様と写真を撮りました。かわいい。街を歩いてたら結構制服姿の子とかとすれ違ってたので、学校あるのかなって言ってたら、なんか中学校も高校もあるみたいな、結構大きい学校2つ並んでる通りに出ました。なんて読むんだろう。美声。これ本当に読み方気になるんですけど、一生わかんないまま終わりました。 Very good。 ちなみに最推しはジスちゃんです。ジスちゃんが可愛すぎる。ブラックピンクの広告はもうどこ行っても特大のありました。ここは2人ともどうしても来たかったので絶対行こうって言ってたんですけど、なんか探すのに思ったより時間がかかって 1,2 時間くらいかけて探しました。あとこのデパートに入ってた冷麺がすごい美味しかったです。こんな感じでもう360度ずらーって本が並んでて、もう本好きとしては天国って感じでした。ただちょっと全部韓国語なので読めるものがなかったっていうのが悔しいですね。勉強して出直したいです。カビゴンのハーフ。なんかさ、ふんどしみたいなのつけてるの可愛いね。あんた2日目はやっぱりソウルに来たからということでキョンボックンの観光からスタートしました。念願のチマチョゴリ体験もできました。ちょっとテンションが上がりすぎたせいで写真にフォーカスしてしまって動画が全然残ってないんですけど、彼女は青で私は赤でした。髪も可愛いですよね。なんかさっきの雑貨屋さんでさ、オンニーって言ってる人をさ、生で初めて聞いてね、思った。結構カンドラとかアイドルのコンテンツの見過ぎで2人ともオンニー夢見てたので、生オンニーに大興奮でした。合ってるけど違う。今は島チョゴリを脱いでちょっとお買い物をした後にお昼ご飯を食べに向かってます。この日のお昼はカルグクスっていう日本でいうおうどんに似たような食べ物を食べました。ネットで調べたお店だったんですけど、ミシュランも取ったことがあるみたいですごく美味しかったです。あとレジの人も言ってたよ。この子の印税を印税じゃないや。タンバリンのフラグシップストアなんですけど、ここにあるもの全部ろうそくでできていて、すごいもうびっくりしました。こ
こも絶対行きたかったところの一つで、地元の方も観光客もハンガンの周りでくつろいだり遊んだりしてて、とても素敵な空間でした。彼女は本当にすごい面白い子なので、いきなりハンガンの水触ってみたいって言って下の方に降りていって触っていました。冷たいでしょ。そりゃ冷たいよ。韓国の水を触った。はい、私がしたかったのはこれです。ハンガンラーメン。もうこれは日本から絶対食べるって決めて行ってたので、必死でコンビニを探し回ってこのインスタントラーメンを買いました。寒かったのでもう本当に体にしみる美味しさで、今でももう一回食べたいです。ベスティの方はラーメンじゃなくて辛そうなトッポギを食べてました。そんなこんなで夜が近づいてきたので、ちょっと移動してお買い物をしに行きます。韓国に滞在している間はもうずっと彼女が電車を調べてくれて、私はそれについていくだけだったので本当にありがたかったです。2日目の夜は最後ホンデにお買い物に行きました。このお店ももちろんなんですけど、他のお店もすっごい可愛いものが多くて、何時間でもいられるねって話してました。3日目は彼女が調べてくれたのでソンスに行きました。美容系のお店が多かったんですけど回りきれなかったのでまた行きたいです。3日目はもう本当に動画がほとんどなくて、なんでかっていうとソンスを出た後にミョンドンまで行って買いたかったお土産とか買い残したもの全部買ったんですね。そしたらもうなんか時間が大変なことになってしまって、飛行機乗り遅れるんじゃないくらいの時間になってしまい、もう2人で大焦りして走って空港行って、空港の中でももう走ってなんとか乗せてもらって帰りました。この時はまだそこまでやばいとは思ってなくて、ちょっと危ないから早歩きしようかくらいに言ってますけど、もうこの時点で多分走っておいた方が良かったですね。ちょうど帰る日がホワイトデーで、彼女さんにプレゼントを持ってる方がいて、とってもハッピーな気持ちをもらいました。最後まで見てくれてありがとう。